ご視聴していただきありがとうございます。ライセンスサービスです。今回の動画は大型免許や中型免許などに関わる大きな制度改正についてのお話です。まず最初に今回の改正の目玉ともいえるのが大型免許などにも AT 免許が導入されるという点ですね。これまで大型免許といえば MT 車が当たり前でしたが、現在はメーカーが製造するトラックやバスでも AT 車が増えてきています。さらに職業ドライバーの不足が深刻化する中、普通免許を取る人の多くが AT 免許という現状もあり、社会の流れに合わせた施策として大型、中型、準中型、そして大型2種、中型2種にも AT 免許を新設する方向に舵が切られました。そもそも普通免許では AT 免許がすでに主流となっており、大型や中型といった上位免許にも広がってきたというわけです。実はこの AT 免許化の改正案自体は、令和に入った頃から議論されていましたが、大型中型の教習車は車両価格や維持費が高く、受講者も多くないため、経費の割に収益につながりにくいという課題がありました。さらに、AT 車と MT 車を両方揃えるとなると、車両の購入費や保管スペース、整備なども大きな負担になります。加えて公安委員会や警察庁でも、技能試験の基準作りや教習カリキュラムの見直しなど、制度面の調整に時間がかかり、すぐには実現できない状況が続いていました。こうした課題がようやく整理され、AT 車の普及やドライバー不足といった社会的背景も後押しとなり、今回の AT 免許の導入が実現することになったという流れです。そして、これらの AT 免許の導入時期は、2026年4月1日から AT 中型免許、AT 準中型免許、AT 中型第二種免許、2027年4月1日から AT 大型免許、2027年10月1日から AT 大型第二種免許の導入がこのように段階的に進みます。もちろん、これらの免許の技能試験や技能教習は道路上で行いますので、それぞれの免許の仮免許も同じ時期に導入が始まります。なお、AT 免許で運転できる自動車は、クラッチ操作を必要としないトランスミッションの車なので、たとえシフトをマニュアル操作でできる構造の車でも、クラッチ操作を必要としなければ、運転することができます。2つ目の改正ポイントは、これらの AT 免許の導入時期に合わせて、運転免許試験場での技能試験や、指定自動車教習所での教習方法なども、新しい方式に見直されるという点ですね。すでに普通免許や普通第二種免許は、2025年4月1日から新しい方式の制度が始まっているように、大型中型準中型、二種免許も AT 免許の導入と同時に新しい方式で進められます。その新しい方式とは、AT 免許でも MT 免許でも、技能試験や技能教習の基本的な運転技能はすべて、免許の種類に応じた車両の AT 車で受けることになり、MT 免許のクラッチとギア操作の項目のみ、MT の普通車を使用して、コース内で技能試験や技能教習を受けるという形に統一されます。例えば、大型免許を指定自動車教習所で、教習や検定を受けて免許を取得しようとする場合、法改正前の従来の方式では、教習の第一段階で、MT 大型車を使用して、教習所内のコースで基本操作、基本走行の教習を受け、MT 大型車で修了検定を受けて、大型仮免許を取得。第2段階も、MT 大型車を使用して、道路上などで応用走行の教習を受け、すべての教習を修了すると、MT 大型車で卒業検定という流れで、すべて MT 大型車を使用していますが、制度改正後の新しい方式で、大型免許を受けようとする場合の技能教習や技能検定の流れは、MT 大型免許も AT 大型免許も、第一段階の技能教習と修了検定の方法は同じで、教習所内のコースで基本操作と基本走行の教習を AT 大型車を使用して受けて、修了検定も AT 大型車で受けて、AT 大型仮免許を取得。第2段階の技能教習も、道路上などで受ける応用走行の教習は、AT 免許も MT 免許も同じで AT 大型車を使用します。AT 大型免許の教習については、ここまでの教習をすべて終了すれば、この後、AT 大型車を使用して卒業検定を受けるという流れです。そして、MT 大型免許の教習は、第2段階の応用走行の教習の後、クラッチ、ギア操作の項目のみ、MT 普通車を使用して教習を受け、すべて終了すると卒業検定を受けます。卒業検定では、AT 大型車による道路上の検定と、MT 普通車によるコース内でのクラッチ、
ギア操作の検定を受けるという流れです。繰り返しますが、クラッチやギア操作の教習と検定に使用する車両は、大型免許、中型免許、または準中型免許の教習や検定であっても、普通車の MT 車を使用します。つまり、AT 免許の教習の流れや検定をベースとして、最後にクラッチやギア操作のみの項目を、普通車の MT 車で追加されるのが、MT 教習という流れで、MT 大型車などを使うことがないという方式になります。また、MT 操作に関わる教習や検定は、MT 普通車を使用することでもわかる通り、すでに同じ区分の MT 免許を取得している場合、または上位の区分の MT 免許を取得している場合は、MT 操作に関わる教習や検定を免除される規定もあるようです。なお、極めて少ないケースになるかもしれませんが、AT 免許の導入や新しい教習方法の導入については、指定自動車教習所の任意事項なので、必ずしも実施されているわけではなく、従来通りの方法で実施されているところもあるかもしれませんね。そして、運転免許試験場で直接受験する、いわゆる飛び込み試験と言われる技能試験の方法も、指定自動車教習所で行われる、こちらの卒業検定の方法と同じで、AT 大型免許も MT 大型免許も道路上での技能試験は、AT 大型車を使用して行われ、その後、MT 大型免許の技能試験は、クラッチ、ギア操作の項目のみ、MT 普通車で試験場のコース内で行われるようです。ここで少し余計な話になりますが、従来はオートマチック車だけ運転できる免許を AT 限定免許と呼んでいましたが、今回の改正では限定という言葉を使わずに単に AT 免許と呼んだり、限定のつかない免許を MT 免許と呼ぶようになるのですか？そうですね。警察庁の公式文書でも限定という言葉を使わずに AT 免許、そして MT 車の操作技能も含む免許を MT 免許という呼び方に統一されています。これまでは AT 限定のつかない免許が標準免許で、AT 車しか運転できない免許が限定付きという扱いでしたが、今回の改正では AT 車が主流である現状に合わせて AT 免許を標準免許とし、MT 車も運転できる免許を運転範囲の広い免許として整理しているようですね。そのため、この動画でも公式文書に合わせて AT 免許、MT 免許という名称で説明しています。3つ目の改正ポイントは、中型第2種免許の教習車、試験車の大きさの変更ですね。中型第2種免許で運転できるのは、乗車定員29人までの、いわゆるマイクロバスです。ところが、これまで教習所や試験場で使われている車両の基準は、一般に使用されるマイクロバスよりもかなり大きく、長さが 8.2 メートル以上、幅が 2.25 メートル以上、ホイールベースが 4.2 メートル以上で、さらに実際に使用されている車両は、以前の大型2種の車両基準を満たす車両が多いので、中型第2種免許を取った後に実際に運転する車両との大きさがかけ離れていたり、大型第2種免許で使われる車両の基準と大きく変わらなかったため、どうせなら大型2種を、でも大型2種はハードルが高いので、という理由などで、結局2種免許を躊躇していた方も多かったので、ドライバー不足が解消されない原因にもなっていました。ご参考までに、大型第2種免許の教習車などの車両基準は、長さが10メートル以上、幅が 2.4 メートル以上、ホイールベースが 5.15 メートル以上なので、実際に運転してみると幅が中型2種とほとんど同じなので、それなら大型2種を、と考える方も多かったと思います。そこで、2026年4月1日に、中型、準中型、中型第2種免許の AT 導入に合わせて、中型第2種免許の教習車や試験車の基準を、一般的なマイクロバスのサイズに合わせた改正が始まります。今回の改正で、一般的なマイクロバスと同じサイズに変更されて、長さ 6.5 メートル以上、幅2メートル以上、ホイールベース 3.8 メートル以上になります。もちろんこの教習車や試験車は AT 車です。全体的に一回り小さくなり、実際のマイクロバスと同じ間隔で運転できるようになります。合わせて S 字コース、方向変換、縦列、鋭角コースなどの幅も車両サイズに合わせて見直されます。これまでは中型2種を敬遠されていた方も多かったかもしれませんが、新しい中型2種のサイズなら難易度がぐっと下がり、実際のマイクロバスに近い感覚で教習が受けられるので、今後は中型2種を選ぶ方が増えるかもしれませんね。今回の制度改正では、次の3つが大きなポイントでしたね。大型、中型などで AT 限定免許が新設される。
MT 免許の試験や教習方法が AT 車と MT 普通車の組み合わせに統一される。中型2種の教習車・試験車が一般的なマイクロバスの大きさへと変更される。免許取得を検討している方は早めに最新情報を確認しておくと安心ですね。以上で今回の動画は終了です。皆様の新たな一歩を後押しできれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。